でも守りたいその微笑みを笑ってる Baby Take me higher 愛を抱きしめて今彼方が Take me Take me higher 勇気抱きしめて強く笑ってる Baby Take me higher きっとたどり着けるさ彼方が Take me Take me higher 熱い鼓動を信じておい、本当にこっちでいいのか？ああ、もうすぐ着くはずなんだけどな。上村、もしガセネタだったらお前をこの山の中埋めちまうからな。脅かすなよ。あった。あ、なんだ、道もあった。おい。おう。さすが名人だな。こんなの問題外だぜ。まあ、指紋もたくさんついたけどな。ヒュー、いかつい顔してやがるぜ。化け物退治で鳴らした剣豪の像だからな。こっちはなんだ？ああ、それはやめとこうぜ。その中に刀が入ってんだよ、確か。刀？まあ、魔除けみたいなもんでさ。そんなお宝見逃すわけにいかねえじゃねえか。なんだよ、魔除けって。俺たたられるのやだぜ。何を今さら情けねえこと言ってんだよ。散々罰当たりなことは知ってるだろうが。ああ、それはやめといた方がいいんだけどな。何言ってんだよ、行くぞ。魔除けって何？なんかあんの？うるせえんだよ、行くぞ。おう。あ、どうした？あ、いや、なんでもない。多分。おい、急がねえと夜になっちまうよ。なんだ？己、恨みを晴らすぞ。よみがえって恨みを。佃王子がよみがえった。新庄隊員。Gunwing approaching takeoff gate. 無理しないで残ってればいいのに。俺デスクワーク苦手だし。俺も苦手だ。いいから早くレポート出して。はい。怪獣がいるにしては静かよね。移動しちゃったのかな。何でも化け物の腕が伸びてきたってことなんですがね。一応地元の消防が潜ってはみたんですが、結構穴は深いんですが、そんなでっかい化け物が通れるほど広くはないそうです。というと？いやー、山田さんの話はね、腕だけでこんな大きさって言いますから、体全体じゃもっと穴が大きくないとおかしいでしょう。なるほど、それは一理あるわな。じゃあどうしてこんな穴が？もともと空洞になってたもんが地震の影響で顔出したんとちゃうか？違う。はい。佃鬼だ。佃鬼が蘇ったんだ。何ですって？山田さんは迷信深いから。何ですかその佃鬼って？この地方にある伝説の鬼神のことですよ。まさか
影達の件に何かあって。山田さん、もうよしましょうよ。いや、詳しく聞かせてください。いただきます。おい、食わねえのか。ああ、食うよ。ナルトもらうよ。ナルトじゃないよ。おい、やっぱりナルト、いや、刀戻そうぜ。まだ言ってんのかよ。武将像だけでいいじゃねえか。刀は。うるせえんだよ。どう考えたって刀の方が金になるじゃねえか。それに今さらのこのこ返しに行ってパクられてんのかお前。ねえ、刀って何？ねえ、なんかあんの？おめえ黙って食ってろよ。おう。先に車にいるよ。新規癖野郎だぜ。もうあいつとは組まねナルトもらうよ。愚かな奴らじゃ。誰だ。王者となった今では身動きが取れん。しばらくお主の体を借りるぞ。体を借りる？そんなとこから？痛い。なんだよ、脅かすなよ。おい、どこへ行ってんだ。おい待て。そいつは置いてけ。刺すぞ。人殺し！案ずるな。峰打ちじゃ。峰打ちって血が出てますけど。それよりお主、この箱を動かすことはできるか。そりゃできますよ。運転してきたんですから。それならば拙者を乗せて行ってもらおう。でも帰りはあなたが運転する約束。はい、運転させていただきます。ここに武将像と刀があったんですね。錦田景達という侍の像と、その侍が宿儺鬼を退治したという日本刀が。その宿儺鬼っていうのは？まあどこにでもある伝説なんですがね、昔この地を訪れた錦田景達という侍がこの宿儺山一帯で暴れまくっていた鬼神を退治してこの山に封じ込めたってものです。じゃあこの山には鬼神が？景達は宿儺鬼を刀でバラバラに切り裂き、この山のあちこちに分散して埋め、その中心地であるこの場所にこのお堂を建て刀を奉納したんです。なるほど。つまりその刀がこの場所にある限り鬼神は復活できないっていうわけやな。でも錦田景達なんて聞いたことがないわ。錦田景達は生涯放浪の旅を続けた剣豪で、その先々でもののけ、つまり怪物を退治してきたんです。怪物退治を？まあウルトラマンティガみたいなもんですか。とにかくそんな伝説があって、江戸時代に入ってから景達の像が作られ、ここに祀られることになったんですと聞いてます。やっぱり宿儺鬼だ。俺が見たのはバラバラにされた宿儺鬼の腕だったんだよ。なるほど。バラバラにされた腕だけやったらあの花から出現してもおかしくないな。やめてくださいよ。伝説はあくまで伝説じゃない。山梨県宿儺山で群発地震を観測。宿儺山？リーダーたちの向かったところか。何なんだこれは。どうしたの？宿儺山のあちこちで生命体が出現しました。でもそれぞれが独立した生き物というよりも。どういうことなの？よみがえるぞ。よみがえってこの世を焼き尽くしてくれる。なんか聞こえませんか？気持ち悪い声が。やつめ、よみがえってしまったか。おい、もうやだよ。もう
帰りましょうよ。なんかやだよ。ですよ。急げ。真の像が再生されたら拙者の手には負えんぞ。聞いてないぞと。副隊長、そちらの状況は？一度空に上がってみます。今度の相手はスケールが大きそうです。宿儺山一帯の道路を封鎖し、あなたたちも避難してください。はい。行くぞ。了解。もうやだよ。これ以上近づきたくないよ。殿、この通りでございます。大義であった。で、じゃあ私が降ります。リーダー、どうした？人を発見しました。救助に向かいます。よし、私も一緒に行くわ。レナ1号機へ頼む。分かった。おい、ここは危ないぞ。早く避難しないと。お主、人ではないな。もののけ。しかしよこしまな気が感じられぬ。ご無礼。平にご容赦を。あなたは一体？この男のことは知らん。拙者はすでに肉体がないので借りておるだけだ。肉体がない？拙者は錦田小十郎景達。錦田景達、本当に？拙者は生来もののけを見極める力を持っておってな。そのため一生もののけ退治に明け暮れた。宿儺の鬼もその一つじゃ。あなたがあの怪物を地中に封印したんですか？いかにも。獅子と首を切り落とし、それぞれを分散して埋めた。そして真の像のある胴体を埋めた地に銅を設けた。真の像の復活を妨げるこの刀を置いてな。よくわかんないんですけれど、要するにその刀が盗まれたために宿儺鬼が蘇ったってことですか？いかにも。真の像が蘇る前にこの刀を元の地まで戻すつもりで帰ったのじゃが、どうやら間に合わなんだようだ。なんできちんととどめを刺さなかったんですか？いや、面目ない。景達か。また生を受けてしまったか。哀れなやつじゃ。景達、待っておれよ。貴様をこのままに生かしてはおかぬ。拙者も別に生きているわけではないが、奴は復活した。憎しみを募らせ、以前よりもはるかに凶暴になってな。もはや拙者の手では奴を倒すことはできん。何落ち着いちゃってんだこの人。
よし、攻撃開始。了解。さあ言ってやるがいい。それとすまぬが拙者が利用したこの男も助けてやってくれ。物欲というもののけに疲れた哀れなやつだからな。ちょっと待って。まったく無責任なんだから。まだ左手効かないんだから。気をつけて。香水やっちゃな。やったね。何やあいつ、首だけになってもまだ生きてるやん。ウルトラマンを援護する。了解。
一つなら今の拙者でも倒すことができる。さらばだ、光の人。後の仲間はみんな捕まったそうです。そうですか。さあそろそろ行くぞ。夢を見たんです。夢？ええ。気を失ってる間、夢の中に景達様が出てきて言ったんです。なんて？もののけがこの世に現るるは事の道理なり。されどそのもののけを打ち破らんとする心、それさえあれば百戦して危うからずと。あいつまたいい加減なこと。ほら行くぞ。ああ、それからつわものは常に孤独だと。孤独？つわものは勝ち続けなければならない。そのために孤独になると。耐えられるかな。何一人で分かってんのよ。スタンデル星の昼の種族レドル、夜の種族アボルバスはレドルを支配するため地球上の勇者を次々と連れ去る。次回ウルトラマンティガ赤と青の戦い、お楽しみに。